はい、皆さんこんにちは、ゆかです。あれこれラジオ始まりました。あれこれラジオは日本語を勉強している方向けのラジオです。美味しいお茶とお菓子をいただきながら日本語でいろいろなことについて話をします。今日のテーマは神社です。皆さんは日本の神社について何か知っていることはありますか？映画やドラマなどでもよく出てきますよね。特徴的なものの一つは鳥居です。神社の入り口には必ず鳥居があります。鳥居というのは木とか石または金属などでできた、門のようなものです。それを鳥居と言います。鳥居をくぐるとその先は神社の敷地となります。そしてそこには、神道のための祈りの場所があります。神道というのは日本で昔から信じられてきた信仰の一種です。その神道のための祈りの場所が神社です。神社では祈る他に様々なイベントが行われます。例えば春や秋にはお祭りが、また神社で結婚式や様々なお祝いをする人もいます。その地域に住んでいる人はいろいろな理由で神社へ行きます。今日は特に神社を参拝する時の方法と注意点について皆さんにシェアしたいと思います。それでは今日のお茶とお菓子を紹介します。今日のお茶は麦茶です。皆さん麦茶って飲んだことありますか？今日本は夏です。日本で夏に最もよく飲まれるお茶は麦茶です。これは冷たい状態で飲むことが多いです。大麦から作られるお茶で、これを水出しまたは鍋とかポットなどで煮て作ります。少し香ばしい香りがする夏の定番のお茶です。ペットボトルでも売ってますので、もし皆さん日本へ来る機会があったらコンビニ、スーパーマーケット、自動販売機などで買って飲んでみてください。さっぱりとした夏向きの美味しいお茶です。そしてお菓子は、こちらは先日私が精進湖へ行った時に購入したお菓子です。この名前は黒玉と言います。この中に4つ黒い、丸いボールのようなお菓子が入っています。材料は青えんどう豆あん、生あん、砂糖、黒糖、それから水飴、寒天などですね。主に青えんどう豆で作られています。このえんどう豆で作ったあんがこの黒い団子の中に入っています。じゃあちょっと切ってみましょう。このように丸いボールのような状態のお菓子ですね。中には青えんどう豆のあんが入っています。このお菓子は駅で購入しました。製造者は株式会社沢田屋、山梨県甲府市の会社です。もしかしたらこの会社だけじゃなくて他のお店でも同じような商品を作っているかもしれません。ではちょっといただきましょう。美味しいですね。この中に入っている青えんどう豆のあんがすごく美味しいです。今日私は麦茶に合わせて飲みましたが、温かい緑茶とか抹茶、またほうじ茶なんかも合うと思います。皆さんももし山梨県を訪れる機会があったらね、ぜひ食べてみてください。それでは早速今日の話を始めましょう。今日のテーマは神社です。皆さんは神社へ行ったことがありますか？日本は各地にたくさんの神社があります。そこは日本の伝統的な信仰、神道の祈りの場所です。最近では御朱印をもらうために神社へ行く人も多いと思います。そういったものをもらうために行くのもいいんですが、もしもらうんだったらぜひその前にお参りをしてみてください。
お参りをする時には基本的なやり方があります。今日ご紹介するので、次に日本へ旅行に行った時にぜひ今日のやり方を参考にして日本人のようにお参りをしてみてください。最初に準備するべきものを紹介します。一つは現金です。これは日本の神社の賽銭箱と呼ばれる箱に入れるためのお金です。QR コードとかクレジットカードとかでお賽銭を払うことは基本的にはできないので、現金を準備してください。この金額は人によって様々です。皆さんが入れたい金額ならいくらでもいいです。例えば100円とか500円でもいいし、もっとたくさんっていう場合はもちろん1万円を準備してもいいし、この金額は特に決まっていないので、皆さんがこの神社に渡したい金額をそのまま準備してください。現金を準備してください。それからもう一つおすすめの準備するものはハンカチです。ハンカチがなければ、例えば大きいタオルとか、あとはティッシュとかでもいいですが、とにかく手と口を拭くためのものを準備してください。はい。この2つですね。現金とあと手、口を拭くもの。おすすめはハンカチですけど、ハンカチがなければ他のものでもいいです。そのようなものを準備してください。はい。では神社へ行きましょう。神社の入り口には鳥居があります。鳥居というのはその境界線を表すためのものです。ここから先は神社ですということがはっきりと分かるように鳥居というものが置かれています。鳥居はそうですね、門のようなものです。でこの鳥居をくぐると神社に入ります。で鳥居をくぐる時の注意点、まずは真ん中を通らないで左端または右端を通るということです。右または左は通ってもいいですが、基本的には真ん中はなるべく通らないようにしましょう。真ん中は神様が通るところなので、人間はなるべく右または左側を通ります。でも例えば何か大きなお祭りがあって人がたくさんいてみんなで一斉に神社に入るという場合はもうそれは関係なくて、真ん中でも右でも左でももうどこでも通って大丈夫です。でももし人が少ない平日の昼間とかでね、もし参拝する人が自分と 2,3 人ぐらいしかいないというようなね、そういう時にはなるべく真ん中は避けて右または左を通ります。そしてもう一つ注意点は、通る時に一度お辞儀をします。一礼します。なんとなく神様に私これから入ります、お邪魔しますというような気持ちですね。一礼をします。そして入ります。でその後ずっとまっすぐ進んでいくと本殿があります。基本的にはこの本殿の前でお参りをします。で本殿にたどり着く前に手を洗うところがあります。ここで一旦止まって手とそれから口をきれいにしましょう。ここでハンカチを使います。具体的な方法について説明をします。一般的にはそうですね、だいたい1メートルから2メートルぐらいの横幅の石などで作られた箱の中に水がずっと上から注ぎ込まれています。いつも新鮮な水が上から出てきてその箱の中に溜まっていくという仕組みです。で私たちが使うのは上から出てくる新鮮な水です。この箱には一般的にたくさんの柄杓が置いてあります。柄杓というのは水をすくうための道具です。それを柄杓と言います。それを使って自分の両手と口を清めます。あいにく普通の家には柄杓がないので、私は台所からちょっと柄杓に似た形のものを持ってこようと思います。皆さんちょっと待っててください。ちょっと持ってきました。本当はねこんな調理器具ではなく柄杓というものを使いますが、ちょっと家にはないのでこれで説明をします。まず
このひしゃくで上から流れてくる新鮮な水を溜めます。ここに1杯分溜めます。このひしゃく1杯分の水で左手、右手、口、そしてこのひしゃく自体を洗います。なので1人1杯この水を使います。まず最初に少し水を左手にかけて左手を洗います。その後持ち替えて右手を洗います。そしてもう一回水を手に溜めて口をゆすぎます。これで左手と右手と口全部きれいになりました。でその後少しだけ残った水をこのようにこの自分が持った柄の部分ですね、今ここを持っていたのでこの柄の部分まで垂らしてこの全体をきれいにします。そしてこのひしゃくを元に戻します。このような手順で左手、右手、口、そしてこのひしゃくを洗います。このようにね、慣れると早いと思います。左手、右手、そして口でひしゃくの部全体を洗うということですね。この時使うのは基本的には水1杯だけです。でももしうまくできなかったらもちろん追加で水をここに溜めて洗ってもいいです。そしてひしゃくを戻してこれできれいになりました。そして手を拭く必要があるので何かハンカチとかポケットティッシュとかでねこう手を拭いてください。さあそしていよいよお参りをします。神社の本殿の方まで歩いていきます。さっき鳥居をくぐるときは真ん中を歩かない方がいいと言いましたが、お参りをするときには、本殿の真ん中でお参りをするのでそのまままっすぐね真ん中の道を通っていって大丈夫です。みんなそのようにね真ん中にこう並んでいます。さてここで事前に準備しておいた現金を取り出しておきます。500円、1000円、5000円、1万円いくらでもいいです。自分が入れたいと思う金額を準備してください。そしてそれを手に持って準備しておきます。目の前に穴が開いた箱があります。その箱を賽銭箱と言います。そこに今手に持っているそのお金を入れます。そしてこれは神社によって違いますが、ある神社はここに鈴がついた紐があります。この紐がある場合はそれをこうガラガラガラと鳴らします。ない場合はそのまま次のステップに移ります。そして礼をします。そして2回手を叩きます。このように手を叩きます。そして祈ります。何か自分が感謝したいこと、例えば、今回日本の旅行に来られて嬉しいです。ありがとうございますとか、また何か願い事がある場合はそれを言ってもいいですね。例えばもうすぐ JLPT の試験があります。今頑張って準備をしています。どうか応援してくださいとか、そのようなね自分の気持ちを伝えます。そしてお祈りが終わったら最後に一度礼をします。そして、その場所から離れます。これが基本的な神社に入ってからお参りをする手順です。慣れてしまえばそんなに難しいことはないですし、多くの神社では他にお参りをしている人がいるので、よく観察して見てみると今私が説明したようなことをみんなやっているはずです。そしてもしお守りとか御朱印をもらったりしたい場合にはお参りをした後にぜひ買ってください。お守りもいろいろな種類がありますよね。最近は神社によってオリジナルの可愛いデザインのお守りがあったりしますので、そういったものを買ってね記念として持ち帰るというのも旅のいい思い出になると思います。あとは御朱印を集めている人もいるんじゃないかなと思います。こういった専門のノート、それを御朱印帳と言いますが、そういう御朱印帳を持っている場合はぜひねその神社の御朱印をもらいましょう。その時
係の人にね、御朱印をお願いしますとか、御朱印をいただきたいですというふうに言います。はい、いかがでしたか？日本には神社の他に寺もあります。神社と寺ではお参りの方法が少し違ったりします。また機会があればお寺の方の作法も紹介しようと思います。今日はね、ひとまず日本の全国にたくさんある神社についてご紹介をしました。事前に少し頭に入れておくと、実際に行った時に自然に振る舞えると思います。また日本の神社の中には映画とかアニメで使われた神社もあります。例えば東京だったら神田神社なんかはよくアニメとねコラボレーションしているので、そういった有名な神社をね訪れる際も、ただ写真を撮るだけじゃなくて、ちょっと神様に挨拶をしてみてください。はい、それでは今日のあれこれラジオはここで終わります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。